名車と呼ばれ歴史に名を刻む車たちはいかなる走行状況であっても必ずその車独自の個性を感じさせドライバーの心にエモーションをかきたてる。新しい GTR は従来型オーナーの方にも初めて GTR をドライブする方にもその心に GTR の刻印を深々と刻み込むと確信する。歴代の GTR より受け継いできた伝統、最新のテクノロジー、これらがドライバーの意志のもとに一体となって働きかける圧倒的な安心感。スカイライン GTR はその名の通りレースからフィードバックした最新最高の技術を惜しみなく投入した超高性能のグランドツーリングカーなのだ。いいね。何がいいねってまずシートね。シートのこのホールド性が抜群。なんか新たに肩の部分にもサポートするところを作ったみたいだけども、これがしっかりホールドしてていいのと、このボディ剛性の良さプラス足回りのしっかり感、そして18インチのホイールサイズっていうかタイヤサイズ245のこれはね絶妙に合ってるし、それからこの音が聞こえてくると思うんだけど、エンジンのサウンド、それからエキゾーストの音、それからタイヤのスピード音が絶妙にハーモニーを奏でてね、気持ちいいんですよ。これは最大トルクが 2.5 上がって40キロになってる。でそれがターボっていうか、要するにエンジン全体でねハードな部分でトルクアップしてるんで、それとこの相性のいい6速ミッション23が今までの GTR なんかよりもクロスに入ってるんで、すっごくエンジンのピックアップがいい。GTR が GTR たるゆえん、それは居住性を一切無視したピュアスポーツが得意とするようなつづら折りのワインディングさえ GTR らしく豪快に駆け抜けること。この性能にさらに磨きをかけるため、新型 GTR ではホイールベースを短縮するなど走行性能に本質的に関わるパッケージングから見直した。ショートホイールベースでフットワークがすごいいいですよね。オーバーハングも短いから前後移動、荷重の前後移動がすごくしやすい。タイトな下りでもブレーキングしてすごい不安がないし、ノーズがスッと入っていく。ボディ剛性が上がってサスペンションがちゃんと仕事してる。それはアウトサイドの踏ん張ってる方じゃなくて、タイヤ4つがねコーナリング中にインサイドを含めてタイヤ4つがしっかり仕事するようにサスペンションが動いてる。ボディ剛性がなかったらね、いくら足回り固めたりタイヤサイズを変えても受け止めてくれないからね。もう理屈抜きに言ったプレジャーっていうのはこういうことなのかなっていうのは多分乗るとすぐ分かるよね。僕どっちかっていうと感覚派なんで、あんまり細かく分析するっていうのは苦手なんですが、なんかいっぱい細かく教えてあげたくなっちゃうような車、この車の楽しみをやっぱり一人でも多くの人に分かってほしいなって、いろいろ具体的に説明したいなと思うんだけど、ちょっと気を抜いてるとね、運転に集中しちゃってね、自分が楽しんじゃってるんだよね。目指したのは究極のドライビングプレジャー。北海道陸別のプルービンググラウンドで、ニュルブルクリンクのオールドコースで、我々が追い求め
注ぎ込んだ魂が今解き放たれる。ドライバーが持てるテクニックの全てを発揮し GTR と対峙するサーキット。新しい GTR の進化が問われる。さあいよいよ待望のサーキットでのインプレッションです。やっぱりね GTR はねサーキット生まれサーキット育ちだからサーキットが合うね。ブレーキ軽いタッチでゴーンと効くよこれ。まあ、パッドも変わってるっていうけど、ほらいい高く。ダンロップのこの先なんか素敵だね。コーナーリングのアングルがいい感じで曲がっていくじゃん。これをどう説明しようかな。この最終コーナー、今は最終コーナーブレーキのタッチがいいで、最終コーナー入ってスタビリティがすごい高い、ボディ剛性がすごいあるからサスペンションが仕事して一定のロール角でニュートラルステアでカーッと立ち上がっていく。アテーサのセッティングもいいねこれ。サーキット走ってもこの6速ミッションはマッチングいいね。ちょうどいい感じで吹け切るね3とかが。で2速も一番トルクの美味しいところにいて、でもうストレスなしにピックアップよく吹き上がってくれる。スポイラー効いてるよこれ。フロントのスポイラーこんな第2ヘアピンみたいな低速コーナーでもブレーキングしてノーズダイブしてグッと旋回してる時に接地性を上げてる。低速コーナーでも効いてるねフロントスポイラーは。でリアのディフューザーはこういう最終コーナーの高速域で安定性に一役買ってるよね。カーボンだから軽いしね。リアスポイラーのフラップを目いっぱいダウンフォース状態でやってみたいです。わかりました。今リアウィングリアスポイラーのフラップを一番つけましたけど、ここで効いてる感じするよ後ろ。おお効いてる効いてる。ダンロップ先でリアのダウンフォース感じるよ。つくばでも違いが出るんだね。ちょっと入門編の車っていうにはパワーがありすぎるかもしれないけど大丈夫。すぐ溶け込める。入り口が広いっていうかまずユーザーをそんな選ばないで、じゃあ限界低くって誰でも乗れて楽しいのかっていうか楽なのかっていうと、踏み込んでアクセル踏み込んでいけばいくほどコーナリングの G を増せば増すほど限界の高さに気がつくから、それはそれで後の楽しみもたくさんあるって感じで、俺こうやって真剣に走ってたって結構限界高くて車値上げないからね。皆さんよりも一足お先に R34GTR 乗ってきました。で乗ってみて感じたのがスポーツドライビングにも欠かせない
車の三大要素、走る、曲がる、止まるですよね。これが、ボディ剛性の高さであったり、ブレーキをこう踏んだ時の剛性感であったり、コーナリング中の接地性の高さであったり、エンジンのトルクアップ、それから6速ミッションの小気味よさね、これがどんなシチュエーションでもどんな速度域でも僕にこう熱く伝わってくるんですよ。これはやっぱりもう皆さんにもぜひ一度乗ってみてもらって、あ、僕が言ったのはこういうことなんだっていうのを、実感してもらいたいですね。スカイライン GTR、 レースに勝つことを生まれながらの使命とし、市販車としても常にナンバーワンであることを求め続けられる誇り高き存在。ロードゴーイングカーとしての歴代の GTR には、意のままに操る走りの楽しさという永遠のテーマが掲げられてきた。新しい GTR のポテンシャルを最大限に引き出すことができた時、オーナーだけが味わえる達成感と圧倒的な速さ、その異次元の感動と速さが織りなす究極のドライビングプレジャー。それは常にドライバーの心に GTR らしさを訴えかける。それゆえ、ひとたび新しい GTR のステアリングを握ったドライバーは誰もがコントロールする喜び、本質的な速さ、そして進化を感じるに違いない。高性能、テクノロジー、全てはスポーツドライビングを愛するドライバーのために。1999年1月、新型スカイライン GTR デビュー。